動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは日本や世界各地のファインダー越しの景色を記録していきます。約5ヶ月ぶりの更新となりました。投稿していない期間もたくさんの方にチャンネル登録やコメントをいただきました。本当にありがとうございます。少しずつ投稿頻度も回復させていけたらと思いますので、ぜひお時間のある時には見に来ていただけたら嬉しいです。今回も中盤フィルムカメラであるペンタックス67とともに撮影していきます。使用するフィルムはコダックのゴールド200です。高速バスに乗って海沿いへ向かいます。この日は海の近くで一泊し、翌朝の日の出の時間帯を狙うことにしました。大きな流木が印象的だったので、ここで1枚撮影してみたいと思います。辺りがだんだんと明るくなってきました。今度は海の方にカメラを向けてみます。わずか数分の違いですが、日がさらに高く昇り、周りの風景も刻一刻と変化していきます。砂浜にはすでに多くの釣り人の姿がありました。浜辺の近くには風力タービンが並んでいます。再び海に目を向けると、すでにオレンジ色に染まった海が広がっていました。オレンジ色の空と青い海のコントラストが印象的な一枚になりました。今度は海辺を離れて風力タービンの方へ向かいます。砂の斜面を上がってもう少し近づいたところで1枚撮影したいと思います。
ここからはバスを使って別の砂浜へ移動します。早朝からの撮影だったため、途中休憩を挟んで夕暮れの少し前から撮影することにしました。こちらではすぐ近くに緑に覆われた岩肌を見ることができます。手前にリフレクションを感じるこちらのアングルで1枚撮影してみます。薄く伸びる濡れた砂が印象的だったので、もう少しカメラを下振りにして撮影してみたいと思います。フィルムチェンジしてさらに奥へと向かいます。この日は少し風があり、波が白く立っていました。日も徐々に傾き、オレンジ色に世界が染まっていきます。濡れた砂浜の反射が印象的だったので、ここで1枚撮影してみたいと思います。ここまで海を中心とした構図が続いていたので、少し引いて崖も含めた1枚を撮影したいと思います。今度は視点を少し横にずらして海上に浮かぶ雲に目を向けてみました。夕日に照らされて色づいた雲を中心に据えてシャッターを切ることにします。辺りもかなり暗くなってきました。最後の1枚は流れ着いた小さな流木に注目してみたいと思います。夜の訪れを感じる落ち着いた仕上がりになりました。今回もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこれからも日本や世界各地を訪れ、ファインダー越しの景色を記録していきます。励みになりますので、ぜひチャンネル登録やコメントを残していただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。また
次回の動画でお会いしましょう。